回は6歳と1歳の娘2人を連れてワンオペでハワイ旅行に行ってきました。今回のハワイ旅行で本当に私の心に大きな変化があって3年以内ぐらいにハワイに移住したいなって本気で考えるようになってしまいました。もし実現したら本当にすごいことだなって思いますでもね、気づいたらもう帰国して割とすぐもう1週間以内には次7月にちょっと長めに滞在したいなと思ってチケットとエアビーをねもうすでに予約してしまいました。私の人生をちょっと変えるような素晴らしい旅行だったので、ハワイでいろいろお買い物もしたので、その買ったものとかもゆくゆくは紹介できればいいなと思ってます。はい、今回の旅のメンバーをご紹介。まずは生まれた時から自分の美学を貫き通す意志強めな6歳のキノ。将来の夢はアイドル。そしていつも頭の上に一本お花が咲いているような能天気ガールのモイ。このデコボココンビにさらにデコボコした性格であることを否定できない私を加えた3人でワンオペハワイ旅行がスタートしました。子供たちがもらったハワイアンなイラストの水塗り絵とか、機長とかスタッフの皆さんのご挨拶がアロハから始まって結びがマハロで、この時点でもうめちゃくちゃハワイアンってなりました。そもそもアロハの響きが私はとても好きなんですよね。というわけで離陸前から静かに確実に私の心はハワイ色に染まっていくのを感じました。機内食はロコモコ、デザートには天下のホノルルクッキー、朝食はこんな感じでバッグの中にいろいろ収まっているピクニックスタイルでした。マフィンとかヨーグルトとかフルーツサラダとかが入ってましたね。窓の外の美しい景色を眺め、到着直前にはアロハの練習をしました。到着、ウーバーでタクシーを呼んでそのままホテルに。今回は2カ所のホテルに泊まったんですが、前半はこちらのアラモアナホテルに宿泊しました。今回は35階のお部屋でした。跳ねる跳ねる。部屋からの景色はヨットハーバーが見えるこんな感じです。部屋で今にも抜けそうな自分の前歯を観察する機能でございます。この時は3日後のまさにこの部屋で歯がねドラマチックに卒業してしまうことをまだ彼女は知りません。前半はお買い物とかモーニングするにも便利そうということで、このホテルアラモアのショッピングセンターに直結してるので、このホテルにしました。とっても広くて見切れなかったです。アロハなムーミンに遭遇。すっかり南国に魂を売ったその姿も嫌いじゃないです。本日一度もカフェラテを摂取していない私ですね。この時深刻なリソース不足につき至急摂取してまいりました。15時ぐらいですかね、ちょこっと近くのアラモアナビーチで泳いでみようということで水着でお出かけしました。意気揚々と海辺に到着したわけですが、もう足を入れた瞬間もうね全身を突き抜ける寒さでおかしいなって、前回来た時もこの時期でもっと普通に海に入ってたんですよね。で後から知ったんですけど、2026年のハワイ記録的な冷え込みだそうで、というわけで本当に入ったの私はもう3分未満だったと思います。砂場でちょこっとお絵かきして早々に退散しました。
ウーバーで移動して、この日の夕食はチーズケーキファクトリー。これまでの滞在で毎回一度は来ているお気に入りのレストランです。チーズケーキファクトリーといえば豊富な種類のチーズケーキ、やっぱりねとっても人気のお店なので、この日も確か30分ぐらい待ちましたかね。で、私が今のところ世界で一番美味しいカルボナーラと思ってるのがこのチーズケーキファクトリーのカルボナーラ。選択が多いって時に救済であり、時に拷問でもありますね。決断に大いに苦しみました。これがですね、世界一美味しいカルボナーラ。さあみんなで至福のディナータイムと思いきや、子供たちが時差ボケで、ここでね完全に電源オフとなり、泣く泣く一人でカルボナーラを食べ始めました。賑やかな喧騒の中でうちのテーブルだけ静寂に包まれておりましたが、結果的にこの世界一のカルボナーラを一人で堪能できたので良かったですね。食後はホットティーとチーズケーキを注文していたので、優雅なティータイムとはならず、至福のティータイムの BGM はですね、時差ボケの限界を超えた昨日の読書でございます。泣きじゃくる6歳と眠り続ける1歳と無心でカルボナーラとチーズケーキを食す母。世界一の美味しさとともに激しめな初日フィナーレでございました。とはいえ結局私が食べ終わってから2人とも目が覚めて、カルボナーラ食べさせてみたらすごい食いついてて、結局カルボナーラおかわりしました。結果的に起きてくれてよかった。美味しさを共有できたのは嬉しかったですね。というわけで2日目の朝、この日花馬湾っていうシュノーケリングのツアーに参加しました。でね、この時も本当はホテルピックアップしてもらう予定だったのに全然バスが来なくて、ツアー会社側のミスでピックアップ忘れっていうトラブルが起きました。で後からバスに私たち3人だけポツンと乗せてもらって貸し切りで向かうことができました。花馬湾に着きました。もうね綺麗すぎてね胸がいっぱいでした。ねせっかく来たのにこの日も結局寒くて大して海の中に入ることができませんでした。海に足をつけるのが精一杯の私を横目にですね、ローカルの方々が温泉に浸かるような顔で悠々と泳いでて、人種による内臓の設定温度の圧倒的な格差を見せつけられた瞬間でした。冷え切った体をハイアットのバナナケーキで温めて、子供たちの昼寝明け、ちょうどサンセットの時間になりまして、ビーチ沿いのリュークスに向かいました。30分ぐらい待って手に入れたテラス席で、ここガーリックシュリンプが有名なんですよね。正直観光客気分を 120% で味わいたい時ってないですか？私はまさにそのモードで、ここは私のベタなハワイ欲を完全に満たしてくれました。食事を待つ間、キノがすぐ近くの砂浜で貝殻拾いをしていて、その暇つぶしができる距離感も助かる。どうしようもなくハッピーな空気っていうのはワイキキでしか吸えない酸素で、この時間過ごせただけで、大正解だなとは思いました。翌朝はレンタカーを借りて冒険の始まりです。向かったのは、私がテラハで好きになったローレン・サイっていうモデルがいるんですけど、その人が紹介していた、地元の人がよく行くっていうカフェですね。トークっていうカフェです。ここ本当に良かったです。観光客がまず一人もいなくて、私たちだけで、天井が高いし風通しがとにかく良くて、でワイキキとかにいると完成されたおもてなしはたくさん受けるんですよ。でもそれとは違う、自分たちが心地よいからこうしてるみたいな、生活のその延長線上にある美学みたいなものをとても感じました。でね、ビールジョッキに注がれたカフェラテもどでかい菓子パンもっていうかね、プラスチッ
クのジョッキで来るっていうそのチープなその軽さが肩の力を抜いてくれるんですよね。現地の人の暮らしにそっと覗かせてもらったような最高にワクワクする体験でした。映像を見てるだけでなぜか泣きそうになります。ハワイの素晴らしさがこの一杯のラテに集約されている気がしました。続いてハレイワ方面に向かうんですが、その前にホールフーズっていうスーパーでランチを調達しようと思って行きました。どれもね、自然派を装ったナチュラルなパッケージで、おやつですら体に良さそうに見えるという星の形のグミとちゃっかりポテチも買い込みました。イースターの時期だったので色を塗れるバスケットなんかもあって、もうね全部欲しくなっちゃうんですよね。ホールフーズのデリって食べたい分だけ詰められるので、偏食がちな子供連れ、特に旅行中とかはね本当にありがたいくて、昨日は野菜大好きっ子なので自分で選んで誇らしげにボックスに閉めてました。で車で3、40分とかですかね。目指したのはモクレイアビーチっていうビーチで、ハワイってそのビーチによって砂の質も拾える貝も違くて、それを一緒に体験できたらいいなっていうので、ほとんどねここは人がいない隠れ場のような場所でした。ここでランチを食べてポテチをかじって貝殻を探してちょっとのんびり過ごして、そこからハレイワの町へ向かいました。ハレイワといえばやっぱり松本シェイブアイスですかね。前々から行ってみたかったんですけど、今回初めて行くことができました。行列は長いけど流れる空気があまりに平和でね、カラフルなかき氷は見た目ほど甘すぎず意外とあっさりしてました。西日が差し込んで子供たちが走り回って、もうね楽園の象徴でしたね。その後に寄ったのが元銀行を改装したカフェのセイラーズ。ヴィンテージの重厚感とミニマリズムが調和していて、店員さんたちの力の抜け具合も何とも絶妙で、空間そのものが調和していて、ただそこに佇むだけで自分の中のトゲが削られていくような場所でした。ここねあまりに好きすぎて気づいたらねずっとカメラ回してましたね。建物の質感とか並んでる雑貨の一つ一つもね細部にまで神様が宿ってるみたいな、そんな気がして、あの光の混ざり方とかも楽園ってなりました。普通にお店の中にクジャクがいて、クジャクが生物としてあまりに美しいことにもびっくりしました。さっきの松本シェイブアイスの楽園のスペースに戻ったら夕日が差し込んでいて、さっきよりももっともっと楽園みたいなことになってました。悠々しき自体です。あまりに楽園すぎます。夕食は歩いてすぐのところにあるピザ屋さんに行きました。ここなんか Google レビューですごい評価が高くて行ってみたんですが、すごい美味しかったです。映えスポットもありました。というわけでこの日は車で戻って終了。4日目は朝からアラモアナホテルのすぐ近くにウォルマートがあったので、そこで子どもたちのお土産選びとか、ちょっと楽しいものがあればなということでお買い物にまず出かけました。昨日は朝から
自分でハワイのことを日記にしたいっていうのでノートを買って、で現地ですごいこのブルーイが流行ってたんですよね。でこれ私は海遊びもお砂遊びも使えるなと思って買いました。翌日またね、私ウミガメに会いたくてハレイワ方面へ車を走らせました。結局浜辺に上がっているウミガメには出会えなかったんですが、海の中をゆらゆらと泳ぐ一匹の影を見つけて、それだけでリベンジした甲斐がありましたね。そして昨日気になっていたハレイワボールズっていうここのアサイーボール、有名みたいで本当に美味しかったです。で木漏れ日に照らされた緑を眺めながらリラックスしてここで時間を過ごしました。ハワイってなんでこんな幸せに満ち満ちている感じがするんでしょうね。ここでも多幸感摂取完了です。でこの昨日行ったセイラーズのすぐ隣ハレイワボールズがあって、どうも同じ経営なんですね。で私この日もやっぱり気に入っちゃったセイラーズにもう一回行ってきました。多分今回の旅でもう来れないっていうのは分かってたので、すごいこれ名残惜しみながらお店を後にしました。4日目の夜ですね。トラブルはカップヌードルとともにやってきました。ホテルの部屋で夕食を食べていたその時、キノがね前歯を飲み込んでしまったんです。これね奇跡の取れてました。その瞬間私もすごいびっくりしちゃった。そこから3、40分彼女は泣き続けました。というわけでハワイ旅行 Vlog、次は後半に続きます。